こんにちは、春日部つむぎです。アーシは思いました。このチャンネル最近演出さが足りてないなと。ということでハンドからわかるように今回はがっつりコントロールデッキ。最近コントロールの流行りといえば豆の木除去コンですが、今回は豆の木を採用せずに代わりにとっても面白い置物を活用したコントロールを組んできました。さて、試合の方はお相手黒単ミッドレンジといった感じ。こちらは打ち消しを構える動きは弱いのですが、自発的に動くスペルがないのでひたすら棒立ち。そしてお相手ドロスの魔人をキャスト。本当はホウロウオウをキャストしたいのですが、残念ながら自衛手段がないのでここは一旦系列を打っときます。おっとこれは九段のおもちゃを引いてきました。しかし次のターンは一旦国別で流したいので、ここはセットランドしてエンドとします。お相手の大玉は墓地帯なんでしょうか。使い方は分かりませんが残念ながら見る前に流れそうです。お相手潜伏工作員キャスト。このターンの展開は大歓迎です。からのミシュラランド起動。これはラス警戒されてそう。ミシュランのアタックに合わせてホウロウオウキャスト。マイナス1を使うか2を使うか悩むところですが、こちらのデッキにシュラン取る手段はそう多くないのでここは確実に追放していこうと思います。こちらは6マナまで届いたのでホウロウオウプラスから国別キャスト。モードは全部追放でアディオス。とりあえずこれでお相手の継続的なアド稼ぎは防げましたが、ハンド差がなかなかヤバいことになってるのでここはおもちゃの力を信じていきましょう。ここでお相手ブラスカキャスト。結構後ろに寄せてる感じありますね。こちらは圧色をトップしてきました。これで今回のデッキの主役2枚揃った形。ひとまずお相手のブラスカを攻めるためにマイナス2でトークンを出します。お相手シェオチョクキャスト。珍しく布告であることが助かった形からのランクルのいたずら。これはクリティカルヒット。実は完全化の杖からはマナも出るので先ほどアショクと杖両方出さなかったのはとんでもないガバ。お相手ブラスカマイナス2でトークンも追放。こうして見るとアショクのマイナス2意外とやりますね。そしてご都合をトップした虚空先でブラスカは破壊します。これでさら地にアショクただ一人の形。お相手闘技場から侵入者キャスト。残り2枚がめちゃくちゃ強いですね。そしてこちらはさらに完全化の2のおかわり。ご都合が過ぎるけどこれ動画化されてるんでね。そしてアショクと2の組み合わせが揃ったのはもうほぼ勝ちです。こちらは完全化の2をキャスト。3マナのハプトで能力は2点払って1マナ、3点払って増殖、4点払ってドロー、5マナでアンタップです。なので5マナ浮いてる現状2回増殖できるためこのトークンは実質4です。ここはわからん殺しでしゃくるためにも増殖は構えておきます。と思ったらあえてしっかりアタックを控えたのでここはエンドに増殖2回。そしてアショクのインクのシミに見える錠剤能力。コストとしてライフを支払う場合は1点払う代わりに1枚デッキトップを追放する能力のおかげで完全化の2はノーリスクに。この調子でいけば次のターンに容疑に届きそうなのでそこで勝利できそうですが、まずはアショクプラスでトップを見てみましょう。そしてこれは勝ちましたね。アショクのプラスで選ぶのは引かない方なのを注意喚起しつつ完全化の2をアンタップしてさらに増殖。これでトークンは6に墓地の侵入者は直レイで除去して戦闘開始前にナイトメアトークンの能力誘発でさらに育ちます。これで7ぴったりサルですね。ここでお相手投了して1本目選手。サイドはお相手を重めにしてくると見て打ち消し全投入。あとは数並ぶデッキではないのでベリアナ。主に負け犬対策に国別を投入。外すのは刺さる相手が多くなさそうな切り崩し。切削がデメリットになりそうなジェイス。あとはランクとコントロール以外はマナファクトを置く余裕が少ないので枚数を減らします。といったところで2本目やっていきましょう。土地語ですがハンデスが多い黒タンに対してはどうせ厳選しても意味ない説があるのでキープ。お相手は2ターン目ドローボー。除去ハンドでキープなのかな。こちらもやれることはないのでドローボーです。お相手過去と未来の剣キャスト。怪しすぎる。怪しい置物は通すべきじゃないと判断してノータイム打ち消し。こちらはベリアナキャストしても今のとこでメリットにしかならないのでこのターンも構えてエンドです。お相手ドロスの魔人キャスト。のど首使いたいところですがここは一旦我慢。今のところ除去ハンドでやることないのでベリアナで除去していこうと思います。ベリアナは開始にミシュランで取られてしまいますが
こちらはやることないのでペースダウンしてもらうとしましょう。お相手ココは当然ベリアナを取りに来ます。ミシュランのアタックでベリアナは退場。こちらはトップ土地。負け犬が嫌で追放ラス多めにしたんですがやりすぎだったかもしれません。お相手シオルドレッドキャスト。さっきと方針一貫するんだったらここはのど首我慢して太陽効果で除去となるんですが、2点ダメージが嫌なのでなんとなくのど首狙い。方針ブレブレです。こちらはさらにトップ土地。まずサイクリングしてみます。これはいいカード引きました。先ほど2点惜しんでのど首使ったのが効いてくるかもしれません。お相手墓地の侵入者キャスト。まあまあ嫌ですがちょうど除去の宛先になりますね。からのミシュラン起動。ライフ詰めてくるのは勘弁してほしい。エンドに完全化の杖起動。4点払って1ドロー。明らかにヤバすぎる痛さなんだけど本当にどうしようもない時は命を燃やして回答を探せるのは良き。そして墓地の侵入者は腐ってた太陽効果で除去します。出てきた培養基トークンも増殖で育てられるのが地味なシナジー。お相手まずミシュランでアタックしてそのままエンド。多分除去が腐ってますね。こちら今のところ何もしてないし、そして引いてきました対応手段。ここは放浪を構えでエンドです。お相手ミレックスプリー。コントロールの天敵ですがこのデッキはまだ何とかなる方。お相手ミシュランでアタック。そこに放浪をキャスト。お相手ここで黒更新 X4。やっぱり除去は余っていたようです。嫌ですが放浪王に使ってもらえただけよしとしましょう。エンドに培養機を変身させてさらに4点払って1ドロー。命燃やしていきます。トップはベリアナでしたが今は TW なら何でもいいです。ベリアナキャストからプラス1。お相手の残り少ないリソース借り取れるのは悪くない。一応トップ負け犬をケアしてトークンは立たせてエンドです。さてお相手のラスト1枚は何でしょうか。お相手ベールのリリアナキャスト。これがラスト1枚。でもこれは何とかなってそうです。次ターンには奥義に届くのでお相手ベリアナプラスは太陽効果を捨ててエンドに完全化の杖を起動で増殖。ベリアナと地味に培養基トークンが育ちます。あとは竹沼起動で最低限放浪法回収と思ったらブラスカがめくれました。これはブラスカもらっておきましょう。何もなければミシュランパンチして増殖でしたがこれはブラスカでいきましょう。ブラスカ6マナでキャスト。ブラスカの0で増殖1。これでベリアナが中性6に奥義に届きました。早速使っていくのですが繁殖にはランですが効きづらいですね。しかもこちらがライフ2でお相手にアタッカーがいるということで選択は下手に出るしかありません。こちらはベリアナとミレックスはできれば取りたいのでどこまでセットなら許されるか悩むのが結構楽しいですよね。まあやられる方はたまったもんじゃないですがここは大きく下手に出てミレックスとベリアナとダニだけ破壊させてもらいましょう。そしてお相手ここはこの選択男らしすぎます。ここは培養機ブロッカーにしてもベリアナマイナスで取られるだけなのでアタックいきます。これでライフは残り1点が確定。墓地の侵入者やシェオルでも負けですがそれをキャストできるマナもないので何とかなってます。お相手ベリアナで土地を捨ててダニパンチを受けて残り1点。でもこの1点はかなり遠いですよ。ミシュランでゴールラインが動くんでね。白黒ミシュランはアタック誘発で2点ドレイン。このデッキの激しいライフ消費にぴったり合ってます。また1点を受けますがこれでベリアナは討伐完了。ブラスカはマイナスを使うと相手にマナを与えるだけなので負け筋が広くなるだけです。そしてブラスカのドローは放浪を追う。これはほぼ勝ってます。皆さんもスネーム TG チャレンジしてみましょう。放浪法マイナス2でダニを追放。これでライフが残り4にそしてエンドに増殖でブラスカの中性値が9に。まずコンバットに入って2体でパンチしてミシュランの誘発でライフが残り3に。そしてここで放浪王のマイナス2を使います。対象は自分のトークン。これで2点ゲインして残りライフ5。ここでブラスカ奥義を使ってお相手に毒請求を与えます。そして回復したライフを支払って2で増殖。これで毒10勝利。対戦ありがとうございました。2戦で対戦よろしくお願いします。青が出ないですがまあ引くでしょのゆるキープ。4ターン目までに引けばいいのでなんとかなるでしょうと思ってたらバッチリ引いてマジックうまこ。
お相手はトライオームレンダー。これはランプデッキですね。こちらはジェイスをキャスト。このデッキはランプメタみたいなもんなのでさすがにガン有利です。小マイナスから入って3枚切削1ドロー。お相手メインから力戦の束縛。さすがにこれは無視できないですよね。じゃあ今度はテフェリーをキャストします。テフェリーにしては珍しく弱い日没テフェリー。マイナスには3枚見て1枚ドロー。ソーサリーの良きアーシは結構好きなんですけど猫のテフェリー。このデッキサムネに書いた通りいろんな勝ち方があるんですが、ハンドに来るカードでプランを考える必要があります。今回はジェスが集まってきてるので LO 勝ちを見据えていきましょう。テフェリーのプラスはメインで大きく動いて相手ターンに構えるマナを残せるのが強いところ。テフェリーのプラスは土地とファクトとクリーチャーをそれぞれ選んでタップアンタップする能力です。ついでについてくる2点ゲインも含めて完全化の杖とめちゃくちゃ相性いいですね。そして力戦の束縛を克服先で破壊してジェスを取り返します。ランプデッキのメインボードだと PW に触れるスペルは力戦の束縛と怒りの大天使くらいで、クリーチャーは多くは並ばないので意外と PW ラッシュはしんどいはず。そしてお相手メイン力戦は通しますか。またジェスなら後続がいるしと思ったら取られたのはテフェリー。マーシャーなしです。こちらはまずジェスマイナス2で1ドロー。ドローは否認。これはいい感じ。コントロールムーブできそうです。ここでお相手フォーロンゴーキャスト。ちょっと一般的なリストと違いそう。豆コントロールなのかな。ここで打ち消し投げるか長考しましたが、これは通しますか。除去2枚使うか打ち消し1枚かの差なんですが、打ち消しの方が大事にしたいかなという感じ。即直令しますがお相手それにスタックでトークンを出します。これでお相手のトークンも除去すると打ち消し構えられませんが、お相手5マナなので大したスペルは飛んでこないでしょう。お相手アタックに合わせてイーガン上で除去します。これでフルタップ。しかし即ターンが回ってきたところを見るとお相手の残りのハンド全部キャストできないスペル形ですね。強気に行くならジェス使い切って竹沼で回収して2回マイナス5使えば勝ってそうですが、まだ打ち消しあるので慎重に行きます。お相手これで7マナ目。次からはさすがに動いてきそうです。エンドにトライオームサイクリング。引いてきたのは収集家の保管庫。これも遅いデッキには効く1枚。こちらはまず保管庫キャスト。あとは土地を置いて打ち消し構えてエンド。マー系別と否認あればランプのほとんどのカード対応できるんでね。対応できないカード来ましたわ。のど首で取れるんですが、綺麗に1マナ足りない形。そしてお相手アタックはこちらの顔面狙い。ライフは余裕ですのでジェス狙われた方が嫌なのですが、ちょっと不穏。このターンは8点と毒4もらってエンド。まずジェスでマイナスで1ドローして、メインでのど首狙いで除去します。5号4払わされますが、系列と否認構えられてるのでさすがになんとかなるでしょう。はい。お相手の強気なライフ詰めはこのハンドが理由だったわけですね。そして相変わらずのライフ詰め。ここでルッティングして太陽効果をトップ。これで一応は生き残れる形。3枚目が来たらもう知りません。これでライフは残り4。毒は残り2でエンド。トップは放浪豪雨でインスタント除去ですが、やはり次のレックスが来たら誤報が払えず耐えられない形。ここは太陽効果で1体を一掃してエンド。お相手ここは群れの渡り。ようやく打ち消しの出番が来ました。系列は怒りの大天使対策に取っといた方がおそらく良いはず。エンドのルーティングは特別ですが、今はいらないかな。そしてトップは直レイ。これでレックスの負け筋も消えました。ちなみにここでお相手のデッキは残り30枚。LO にはちょっとだけ足りない形。ジェイスはプラスしてルッティングしてエンド。このグダグダ感は完全に攻め方を見誤りましたね。お相手戦理解へ進行しますが、これは今更どうでもいいので通します。ここでエンドなので後続はもうなさそうですね。今更ライフを詰める選択肢はないのですが、やることもないのでフォーロー王をキャストします。このターンは JS プラス2で条件達成して3ドロー。ようやく欲しいカードが引けました。これでようやくグダグダが終わりそうです。特にやることはないですが、まず2体でアタックして、
完全化の2キャストして一応増殖して、あ、よく見たら数字が見えたので虚空先力戦破壊します。先増殖しなかったのはガバですが、勝利ルートには関係ないのでセーフ。救出したテフェリーで2点ゲインしてエンドとします。あとはお相手力戦2枚なければ勝ちそうです。お相手まず太陽効果からライフ削る気はないのでこれはセーフ。からの力戦の束縛、これは打ち消しますか。あと1枚なければ勝てそう。一応エンドに保管庫でルッティングしてターンをもらいます。トップは書き消し、お相手5マナ立ってるので微妙に足りないんですよね。ということでラストターン詰めに行きましょう。一応何か未知の捨てる構えてることを想定して書き消し犠牲用の種を出しておきます。ライフは3なので今のところ2で増殖はできないので、まずテフェリーで2点ゲインして完全化の2に3点払って増殖。ジェイスは大マイナスで使い切ってこれで9枚切削。さらに追加で新品のジェイスをキャストします。ここでサイド戦に備えてお相手の墓地を見始めるアクシスムーブ。誤解されないように言うと足はプレイの速さだけはかなり自信があるくらいですからね。ボタンが光ったら即押すくらいの脊髄反射です。ここでお相手投了して1本目選手。タイランプのサイドボーディングはライブラリアウト主軸でいくことが決定しています。打ち消し全部と国別1枚は確定として、ベリアナも奥義で勝てるので入れたいところ、外すのは切り崩しが確定で、普通のランプ相手だったら放浪王を全抜きするんですが、今回お相手がメインからレックスを入れてたので、念のためにインスタント除去は残しておきたい。ということでそれ以外を適当に外してサイドボーディングは終わりとします。2本目、お相手は先手を選択。1マリしてこれは土地以外悪くはないですね。白は出ませんが、ランプ相手は青こそが大事なのでなんとかなるでしょう。と思ったら全部色が出そうで一安心。お相手は豆の木からスタート。先手の豆はマジでどうしようもないですが、今回は LO プランなのでこちらもリソース勝負で負けなければむしろ有利に傾く可能性もあるでしょう。お相手装飾庭園は色事故期待で打ち消します。こちらはジェイスキャストも悩みますが、まずは手数で勝つためにこちらもマナを伸ばしましょう。お相手ここであっさり白が出て色事故期待は失敗。そしてメイン群れの渡りで白を持ってくるのはハンドに太陽効果か怒りの大天使がいるのがほぼ確定。こちらはルッティングでどれも捨てられなかったので涙を飲んでミレックスを捨てたらラメるパターン。そしてテフェリーのプラス1でキャストした後の隙を消せるのはほんと強い動き。そしてお相手怒りの大天使キャスト、太陽効果との2択とは言いましたが、今太陽効果優先するわけもないのでこうなるのは自明の理でしたね。そしてテフェリーマイナスには土地探しですが、とても悩ましいめくれ。やっぱりここは完全化の2ですね。テフェリーとの相性もいいですし、からのお相手にしたキャスト、これは絶対通せませんね。コントロールムーブしたかったのにあっという間に打ち消し使い切ってお相手は豆の木でリソース50。だいぶ怪しい状態ですが、こちらはまず土地を伸ばすの優先。テフェリーのマイナスには土地を拾います。そして別に打ち消し構えられるわけではないですが、構えてるふりして4マナのジェイスからいきます。まずマイナス2で3枚接触して1ドロー。あとは2マナ構えてエンドです。そしてお相手ティラナックスレックスキャスト、これは2マナ構えて高いがありました。豆の木のおかげでアドソンですが、ここは直レイで即除去。綺麗に噛み合った形。そしてトップは打ち消し。デッキが足に勝てと言ってます。まずガバ増殖して初キャストしロテーキから、ここまで来るとライフもライブラリもどっちも攻められそうなので、あそこはトークン作成からいきます。そしてテフェリーで杖を起こして、ジェイスはマイナスに TW を対処可能な力戦がすでに2枚墓地に落ちてるのはめちゃいい感じ。ここ戦闘を前に増殖しておけばトークン育てられたんですが、失敗。置物が複数あるととても複雑になってくるので、ボタンが光ったら押すレベルの足にはなかなか難しい盤面。群れの渡りはなんとかなるよりのスペルですが、太陽効果引けなかったら大惨事だったのでさすがに通せません。打ち消しは切れましたが、お相手のデッキは一気に TW 処理する手段はないので、あとは杖でどうとでもなりそうではありそうです。そしてお相手ここで投了。対戦ありがとうございました。
ということでスパーフレンズウィズ完全化の2でした。ここまで動画を見た視聴者の方は、あれ完全化の2強くねと思ったりするかもしれません。嫌ネタのつもりだったんですがマジで強いんですよね。これがかつての黒系ニット全盛期時代だと黒は結構ライフを詰めるスピードが速かったので杖を好き勝手使える相手が全然いなかったのですが、今は最大勢力がランプ、そして豆の気根みたいな遅いデッキもいて環境に杖でライフを支払っても痛くない相手が多いんですよね。と同時にそのデッキたちは PW の対処手段が多くないので今はフレンズめっちゃ良い感じです。まあ一方でフラッシュ多めのエスパーミッドや兵士デッキのような天敵も多いのですが、それらに対してはサイドプランで除去根的に動く形になります。さてこのデッキの主役のアショクですが、まあやっぱり単体じゃあんまり強くないですね。周りのスペルで補助してあげる必要があると思います。そしてそれが完全化の2ですね。ご覧いただいたようにアショクととてもシナジーがあり、5ターン目にアショク奥義に届くルートが複数あったりします。まあアショクの奥義ってそれ自体も補助してあげないと何の強みもないんですが、もっとアショクに特化させたい方はこういうカードを入れたらいいかもですね。といった感じでデッキの紹介は以上です。さてこのデッキの強さですが、悪くはないですね。さすがにランプには1回も負けてません。アグロにはボコボコにされてミッドレンジにはいい勝負って感じになるんですが、さすがに一番数が多いランクに強ければある程度成績は残せる感じです。完全化の杖と PW の組み合わせで奥義打ちまくれる派手なデッキですので、おもちゃで遊びたい方はぜひお試しください。以上です。いつもコメント、いいね、報告、高評価等ありがとうございます。チャンネル登録や X フォローもよろしくお願いします。反応もらえると励みになります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。